もし自力では脱出不可能な穴に挟まり誰も助けに来なかったとしたら、2008年5月8日、アメリカコロラド州ウッドランドパーク。姉さん、ちょっと散歩に出てくるよ。一言そう告げると、朝から家を出たその少年の名はジョシュア・マドックス。彼はいつもちょっと散歩に出てくるなどと言って出かけるのですが、姉のケイトはその言葉が当てにならないことを分かっていました。高校を卒業して以来、ジョシュアは家族に何の説明もなしに遠出をし、何日も帰らないことがたびたび。ちょっと散歩に出てくると言って48キロも離れた町まで往復3日かけて歩いて向かうようなこともあったんです。そんな自由奔放な性格のジョシュアのこと、この日も彼は散歩に出かけたきりなかなか帰らなかったんですが、家族が気にすることはありませんでした。そう、彼らは想像もしていなかったんです。ここから7年帰らなかったジョシュアが山小屋の煙突にずっと挟まったままになっているなどとは。失踪から7年後、煙突の中で遺体となって発見された少年。極めて奇妙な状態で亡くなっていた彼の死の真相とは。その遺体には傷一つないにもかかわらず、殺人の証拠が残されていたんです。おそすけちゃんです。いやー、みやみこです。というわけでね、やみこさん、先日はシュメルにお越しいただきありがとうございます。すごい素敵なお店でした。やみこさんと僕の友人2人と僕で4人でね、本当に久しぶりのメンバーだったんですけど、お酒をね、シュメルで飲み交わし、やみこさんはですね、店の悪口ばっかずっと最悪なやつじゃない。一生できんでしょ、そんな客。すごい褒めてくれてね。こういうお店作ってくれてありがとうっていう感謝の気持ち。そのレベルまで行ったんだ。なんか印象に残ってありますか？印象に残ってるの？細部にまでこだわってるから、没入感がすごいっていうのかしら。一個でも現実に引き戻されるような要素があったらさ、一気に冷めちゃう瞬間ってあるじゃない。映画とかも何でも一緒なんだけど、空間とか飲み物とか、その C 社も内装とか含めて、すごい没入感が、一体感があるなって、すごい細部までこだわって作ってるなって思ったのね。めっちゃ褒めてくれる。ありがとうございます。やみこさんはね、週に1回ぐらいいるらしいんで。はい。嘘はよくない。はい。たまにね、来るかもしれないんでね、やみこさんに会いたい方やね、僕とお話ししたい方はね、来ていただければと思います。今回はアメリカコロラド州で起きた未解決事件をご紹介します。この事件は長く失踪していた少年が山小屋の煙突の中から発見された非常に奇妙な事件なんです。なんで煙突の中からなんか見つかるわけ？この少年はね、何らかのトラブルに巻き込まれ、煙突の中にね、閉じ込められたまま、そのままね、苦しみもがいていたんじゃないかと言われてるんです。とはいえね、この情報も含めね、明確な答えで出てない未解決事件なんで、まあいろいろね、情報も出しながら僕らと皆さん一緒に考えていければと思います。7年の時を経て、偶然発見された少年の遺体。その遺体はミイラ化してしまっても、本人だとわかる特徴がはっきりと残っていたんです。煙突の中の少年。2015年8月6日、アメリカコロラド州ウッドランドパーク。解体作業中の山小屋の周辺に複数の警察関係者が集まっていました。彼らが駆けつけたのは山小屋の所有者から通報を受けてのこと。長年使用せずに放置されていたその小屋の老朽化に伴い解体を進めたところ、なんと煙突の中からミイラ化した遺体が出てきたというんです。どうしてこんなところにこんな格好で。完全に水分を失い、触れれば崩れてしまいそうなその遺体を前に、警察は眉を潜めていました。遺体はまるで胎児のような姿勢で胸に膝を抱え、頭を下にした逆さまの状態で煙突の中に挟まっていたんです。そしてミイラ化しているにもかかわらず、その遺体の身元はすぐに特定されました。亡くなっていたのは、この時から7年前に失踪届が出されていた18歳の少年、ジョシュア・マドックス。彼は幼少期に自転車事故で右手人差し指の先端を欠損しており、ミイラ化した遺体にもその特徴が残っていたんです。その他歯科記録も照らし合わされ、遺体はやはりジョシュアのもので間違いないとされました。7年前、ウッドランドパークの街から忽然と姿を消したジョシュア。彼は風のように自由奔放な少年だったんです。時は遡り、2008年5月8日の朝早く、ウッドランドパークの自宅から姿を現したのは、肩まで伸ばした長髪が印象的な少年、ジョシュア・マドックス。姉さん、ちょっと散歩に出てくるよ。姉のケイトにそう告げると、ジョシュアは軽い足取りで出かけていきました。彼は音楽と自然をこよなく愛する少年。高校を卒業してからは、ギターを弾いたり、釣りを楽しんだり、ハイキングに繰り出したり、好きなことに取り組む日々を過ごしていたんです。めちゃくちゃ無邪気で明るい感じの子なのに、もう事件
に巻き込まれちゃうなんてかわいそうすぎるわよ。ジョシュアはその性格もあって友人も多かったようなんです。ただ同時に彼には少し不思議なところもあったんです。一人で遠くに出かけることが好きだったジョシュアは家族に何の説明もなく数日家を空けることがたびたびありました。ちょっと出てくると言ったかと思えば48キロも離れたスプリングスの町まで歩いて向かったことも。若くそれほどお金を持っていない彼はホテルのロビーや郵便局のソファーで仮眠を取りながら小さな冒険を繰り返していたといいます。そして姉に散歩してくると告げて出て行った5月8日もジョシュアは家に帰ってきませんでした。この時も家族は気にしていなかったのですが、それから5日経ってもジョシュアは帰らず、家族は警察に失踪届を提出し、キャンプ場やホームレスシェルターなどジョシュアが寝泊まりしていそうな場所をくまなく捜索したんです。しかしどこを探しても彼は見つかりませんでした。思いつきで行動するあの子のことだし、どこかで自分だけで生活してるかもしれないわね。何年もしてから奥さんと子供を連れて帰ってきたりして。姉ケイトはジョシュアを心配しながらも事件ではないと思いたい一心でそう考えるようにしていたんです。父親にしても家族がウッドランドパークから引っ越した後もジョシュアがいつ帰ってきてもいいよう実家を維持し続けていました。彼が実家からわずか 1.5 キロの場所で死んでいるなどとは思いもせずに。1.5 キロってそんな近くで亡くなってたの？家族はさ、7年間いろんな場所探し回ってたでしょうに。ジョシュアはね、ふらふらっとね、遠出してしまうことも多かったんで、まさかね、こんな近くで亡くなっているなんて想像もしていなかったと思います。こっからが本題なんですけど、このジョシュアがなぜ山小屋の煙突の中で亡くなっていたんでしょうか。命を守るため。ジョシュアのミイラ化遺体が発見されてから1ヶ月半後の2015年9月28日、軍検視官のアルポーンは彼の死を事故死と断定。ジョシュアは自ら煙突に侵入して身動きが取れなくなり、最終的には脱水症状や低体温症などを原因に亡くなったと推測されました。彼の体に目立った外傷はなかったため、殺人など第三者が関与していた可能性は低いと考えられたんです。不可解なのは、おそらくジョシュアが煙突の上からではなく下から、つまり小屋の中から煙突に侵入していること。山小屋の所有者は煙突に動物が侵入しないよう頂上に鉄格子を設置していたんです。またそれだけではなく、小屋の中の暖炉のそばには綺麗に畳まれたジョシュアの衣服が置かれていました。下着やズボン、靴などを暖炉のそばで脱いだジョシュアはシャツ1枚の状態で煙突へ入り、そのまま亡くなっていたんです。こう聞くと非常に奇妙な行動に思えますが、彼のこの行動は低体温症の症状として説明がつくと言います。低体温症ってことはさ、寒さしのぐために煙突の中に入ったってこと？その可能性は十分にあるとされてるんです。ここで本日のメトラキーワード、矛盾脱衣と終末期埋没行動について。矛盾脱衣とは、雪山の遭難者などが極寒にさらされているにもかかわらず暑いと感じ服を脱ぎ始める現象のこと。この現象は低体温症の状態において激しく収縮していた血管の筋肉が疲弊して機能しなくなり、大規模な血管拡張が起こることで発生するとされています。血管の拡張によって温かい血液が手足へと逆流し、脳が熱いと錯覚することで遭難者は極寒の中でも衣服を脱ぎ始めてしまうんです。さらに矛盾脱衣より深刻な末期の段階で起こるのが終末期埋没行動、別名隠れて死ぬ症候群と呼ばれるこの症状が現れると、人はベッドの下やタンスの後ろなどの閉鎖的な空間へ入り込もうとします。これは人間の理性や倫理などを司っている高次の脳が機能不全に陥り、より原始的な脳幹が行動を支配し始めるため、原始的な脳である脳幹は動物の冬眠のような手段で身を守るよう指令を出すとされているんです。山小屋に迷い込んだジョシュアはそこで暖を取ることが叶わず、低体温症に陥って衣服を脱いで煙突の中へ入り込んだ。そう考えると確かに彼の死の状況には説明がつくように思えます。またジョシュアが気候に走った理由として低体温症以外にも考えられる要因がもう一つあるんです。それは彼が統合失調症と診断されていること。ジョシュアは失踪の2年前、重度のうつ病だった兄を自殺で亡くしており、その精神ショックもあって統合失調症を患ってしまったんです。妄想や幻覚などの症状が現れる統合失調症。ジョシュアの場合、散歩をしている時に自信満
満々にここはハイウェイ24号線だと言いながら115号線を歩いていたことがあったと言います。彼が家族に何も告げずにたびたび遠出していたのもこの病気の影響だったのかもしれません。そしてジョシュアが何らかの妄想や幻覚に苛まれ煙突の中へ入り込んだというなら、それもまた納得のいく説のように思えるんです。このようにジョシュアが事故で亡くなったとする説には様々な仮説が立てられています。しかし実はジョシュアの死の状況をより詳しく見ていくと、これらの事故説には矛盾する部分があることもわかるんです。事故説に矛盾が出てくるってことはさ、殺人の可能性があるってことじゃない？その通りなんです。事故では説明がつかないジョシュアの死の状況とは一体何なのか。彼が亡くなった当時、山小屋の中では次のようなことが起こっていたとされているんです。閉じ込めた男。お願いだ、ここから出してくれ、頼む。古びた山小屋の中に響く悲痛な叫び声。煙突の中で身動きが取れなくなったジョシュアは外側に向かって必死に助けを求めていた。頭に血が上る。頭を下にした状態で煙突へ押し込まれたジョシュアの体への負担は計り知れず、その時間は拷問と呼ぶに等しかった。お願いだアンディ、悪ふざけはやめてここから出してくれ。ジョシュアは暖炉の外へ向かって何度となくそう呼びかけた。そうやって彼が叫んでいるさなか、小屋の中には何か大きなものを引きずるような音が。その音はだんだん暖炉の方へと近づいていき、衝突音が響いた後、その暖炉と煙突はかすかに揺れた。これでもう誰にも見つからねえ。一生その中にいろよ。キッチンにあったカウンターテーブルを引きずってきたその男は、暖炉を覆い隠し、煙突の出口を完全に塞いでしまった。最初に少し説明したように、ジョシュアは煙突の中で膝を抱え、頭を下にした状態で動けなくなっていました。もし彼が自分から煙突の中に入ったとすれば、足を下に向けた状態で侵入するはずで、そのような体勢になるとは考えにくいんです。また、山小屋の所有者曰く、解体作業に入る際、小屋の中の暖炉はカウンターテーブルで覆い隠されていたといいます。しかし所有者にはカウンターテーブルをそこに置いた記憶がありませんでした。要するに誰かがジョシュアを煙突に押し込んだ後、出口を防ぐためにカウンターテーブルを移動させた可能性があるんです。なんかこれは確かにジョシュア以外に誰か一人いないとさ、説明がつかないわね。発見されたのが7年後なんじゃね、何者かってのがわかんないわよね。それがですね、警察はこの事件の容疑者を特定していたんです。その人物とはジョシュアの友人だったんです。実のところ、ジョシュアの失踪に際して地元住民から警察へ次のような通報が複数件寄せられていました。ジョシュアを殺したって自慢してる奴がいるんです。そいつ曰くジョシュアを穴に入れたとかどうとか。地元ウッドランドパークでジョシュアの殺害について自慢して回っていたのはアンドリュー・リチャード・ニューマンという男。通称アンディと呼ばれる彼はジョシュアより2歳年上の高校の先輩でした。ギターが趣味だったジョシュアは高校を卒業した頃から同じく音楽好きだったアンディとよくつるんでいたといいます。一時期は常に行動を共にしているほどの中で、アンディが2人で旅行に行く計画を立てていると話していたことも。しかしそれほど親密だったとすれば、アンディはなぜジョシュアを殺害する必要があったのか。おそらく彼に明確な動機はありません。なぜならアンディはジョシュア以外にも2人殺しているから。やばすぎ。何？ジョシュアはさ、連続殺人鬼とも知らずに仲良くしてたってこと？アンディがやった2件の殺人はジョシュアがね失踪した後のことなんで、当時は単に地元にね不良の友達がいるくらいの感覚だったんです。いわゆる筋金入りのワルだったアンディは2009年にニューメキシコ州で介護士の友人を訪ね、その友人に介護されていた男性を刺殺。この一件で逮捕された彼はその男性以外にももう一人ニューメキシコ州タオスで女性を殺害し樽に詰めたと自白したんです。しかしこの男は悪運が強く、唯一の目撃者である友人が死亡したために2人の殺人はいずれも証拠不十分で起訴されませんでした。この後もアンディは警察への暴行や不法侵入などの犯行を繰り返し、今もフロリダ州の刑務所に収監中。非道の限りを尽くす彼を見るに、ジョシュアを煙突に押し込んで殺害した犯人もアンディである可能性は高いように感じます。ところが警察はアンディを容疑者として挙げながらも最終的に彼を捜査しませんでした。その理由の一つは、彼がニューメキシコ、フロリダ、テキサスなど様々な州を渡り歩いており、事件当時ウッドランドパークにいた確証が持てないこと。またジョシュアの体重は68キロあり、一人で煙突に押し込むのは不可能とされたことや、一切外傷のない犯行が暴力的なアンディによるものとは思えないなどの理由も。結局事件を担当した軍検視官アルポーンは事故死としていたジョシュアの死について死因不明と修正。解き明かされていない疑問も多く
く残っていましたが、この事件は捜査終了となったんです。警察は今後新たな証拠が見つからない限りは再捜査をしない方針。小屋の大部分が解体されていることとジョシュアの遺体が火葬されたことにより追加の証拠が見つかる可能性も低いとされています。こうしてジョシュアの死の真相は迷宮入りの運びに。この事件は事故だったのか、それとも何者かによる殺人だったのか、あなたは果たしてどちらだと思いますか？